こんにちは、地理人研究所の今泉です。こんにちは、番組ディレクターの野見山です。今日はお知らせが2つあるということで、はい、地図式現代の日常を地図で読み解く内容を動画で配信してまいります。地図式では、ある町に存在している人々の日常から社会、歴史まで、空想地図作家地理人による地図の解読方法を余すところなく紹介します。どんな地図式が登場するでしょうか。4月中旬から毎週1回アップ予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。そもそも私がちい散歩とかゆうゆう散歩とか散歩番組やっていた時にちょうどお会いしたんですけれども、いやここにねこの川があるからね人々はこうだっていう話をしていて、あ、川が流れてる町と流れてない町ってだからああいう風に違うのかなとか、すごく面白くて、ちょっとふと YouTube でやってみたらどうなるんだろうと思ってちょっとお声かけさせていただいたのがあるんですよね。私実在しない都市の地図を作っていて、空想地図で検索すると出てくるんですけど、この話を知人にしたら、知事さん YouTuber になるのとか言って、いやそういうことじゃないんだ私は YouTuber になるわけではないのだ見どころでもないし、そんなに多くの人が面白くないと思ってる超普通のところを紹介していきたいですね。地図式で、あともう一つ告知があります。はい、新しい本地図感覚から都市を読み解くという本が5年ぶりに。5年ぶりなんですか。5年ぶりなんですよ。その地図感覚っていう言葉結構気になるんですけど、パッと開いただけで、あ、こんな感じの街でこんな風景だねっていう地図見ただけで読み解ける才能を勝手に地図感覚と私は名付けてみました。だから時々地図見ただけで、行ったことがお互いないのに、もう風景と様子が浮かんでる会話が生まれるんですよ。読める人同士が気持ち悪いでしょ。もうこれって便利ですよ。道路の網目の模様、例えばそこが縦横なのか、曲線なのか、道路が直線でもそれが規則的なのか、行き止まりが多いのか、町の境目も何々町っていうのが広いのか狭いのか、その町の境目が道路に引かれているのか、道路と道路の間に引かれているのかということだけで、その町が新しいのか古いのか、道路の模様だけ見て、ここって新興住宅地かな、ファミリーが多いのかな、沿道にあるお店もチェーン店が多いのか個人店が多いのか、住んでいる人たちの年齢層みたいなことが読み解けるってことですね。はい。隣へポン、隣へポン、隣へポン。都市の動きってなんだっていう話なんですけど、よくあるのが、昔ここは賑わってたんだけどみたいな話です。ありますね。じゃあそれってただね、日本の人口は全部減ってるからどんどんしぼんでいくかってそうでもなくて、他のところが賑わい始めてるんですね。駅に駅ビルができることによって、こっちに若い人が集まって、古くから街から人がいなくなるみたいな、人々の重心の移動が起こっちゃったりしてる。面白そうですね。その他、引っ越しにも役立つ自分と相性のいい街を見つける地図感覚のお話、地図のあるあるをまとめたチリさんオリジナル地図など、オールカラーで情報がいっぱいです。地図感覚から都市を読み解く新しい地図の読み方、現在好評発売中です。何が面白いってチリさんが面白いんですよね。そうですか。なんか真面目に生きてるんですけどね。いやなんか本でとても感動した言葉があって、チリさんご自身は結構自分に自信が、自己評価が非常に低かったそうですね、低いですね。低いと、そういう人でも自分が好きなものをとことんなんとかずっとやっていけば、何かしらにはできるんだよっていうようなことを書いてありましたよね。そんなこと言ってました？書いてあります。私もしかしたらまた解釈が違うかもしれないんですけど、そうですね、勝手に主観に食い違えてるかも。私を見た人が書くやつなんですよ、それ。そうなんだ。自己評価は低いけども信じ続けてたら叶うみたいな気持ちでやってないわけですよ。叶わないと思ってますからね。こんなものには価値がないし、やり続けてもしょうがないと思いながら、ただし自分の中ではコストが低いからやってるんですよ。やり続けることに負担がない。なるほど。なんか、やばいですね。全然こう世の中を見る視点が全く違う2人がこう噛み合ってるのかどうなのかっていうのはちょっとわからない番組になりそうですけど、こんな感じで脱線余談その他いろいろと多いと思いますけど、そこも含めて楽しんでいただければと思います。
役には立たないかもだけど、見ていた世界が少しだけ違って見える地図式。今回はここまで。地図式では皆様から地図に関するご相談をお待ちしております。私の街の地図、あの人の街の地図、どんな地図でも構いません。きっとチリさんが解きほぐすように読んでくれるでしょう。ではまた。